ここが好きだよ日本人へようこそ。日本ほど世界中の料理を食べることができる国はないのでは？中華、フレンチ、イタリアンに始まり、スペイン、韓国、タイ、ベトナムも最近はポピュラーになりました。高級な店から安い食堂まであり、インスタントやレトルトもスーパーにたくさん揃っています。何よりすごいのは、必ずしも移民がお店を経営しているわけではないこと。現地に行ったことすらない生粋の日本人が本場の味を知っている人から受け継ぎ、もしくは想像して作ったものが全国に広がっているのです。さて、その中でも今では日本の国民食とも言われるカレーの話を今日はご紹介。僕はダルシャンバンダリ。その名の通りインド人さ。僕がなぜ日本に来たかって？そりゃ仕事のためだよ。君たちも大好きなゲームを作るんだ。最近インドではプレイステーション4が流行っていてね。デイズゴーン、ゼロ G とかウイニングイレブン2020、ファイナルファンタジーもいいね。僕もドハマりした一人なんだ。本当は大学卒業後、アメリカのシリコンバレーにプログラマーとして働きに行くのが親の希望だったんだけど、どうしても日本でゲーム開発に関わりたくて、こうして来てしまったんだ。親は呆れてたけど、自分の人生だもん。好きにしないとね。でも夢にまで見たゲームセンターが街から減っていることには残念だったよ。ゲームを大好きな人々が自然に集まる場がリアルにあるって素晴らしいことじゃないか。対戦や情報交換しながら切磋琢磨していくことを夢見ていたんだけどな。みんなオンラインでのコミュニティに満足しているってことだから、プログラマーとしては幸せを感じもするけどね。それにしても日本はどうしてこんなにも忙しいんだい？というか、自ら忙しくしているよね。明日できることは明日やるっていうのがずっと当たり前だと思っていたけれど、明日のことも今日全部やってしまって、明日は明後日の分をやって、キリがないじゃないか。しかも喜んでやるんじゃなくて、疲れた、早く定年退職したいとか、転職したいとか、そんなことばかり言っている。転職したって同じことの繰り返しになっちゃうんじゃないのって思うんだけど、変えるのは会社じゃなくて仕事への意識だと思うよ。なんて直接は言えないけどね。それに毎日就業ギリギリまで仕事するなんてびっくりだよ。インドでは5分前に霧のいいところでやめて、のんびり同僚と話しながら机の上を片付ける。これも大事な社内コミュニケーションだと思うんだけどな。まあ、僕が早めに帰宅準備をしだしても文句は言われないからいいんだけど。あとは月並みだけど、満員電車には衝撃だった。なんであんなに殺伐とした雰囲気なんだい？みんな不満を抱えているように見えるのに何も変えようとしない。ちょっと肩が当たっただけで舌打ちをされたけど、乗り時に絶対当たるよね。満員電車で舌打ちされない方法ってある？って聞いたら、舌打ちしたいやつもいるからな。我慢強い人が周りにいるよう願うしかないんじゃないか。だって根が深い問題なんだなって思った。インドも電車の乗車率ではかなり面白いことになってるけど、中は意外と快適になってるんだよ。荷物棚の上に腰掛けたりできるようになってるし、窓が開いているから風通りはいいし、友達とおしゃべりするのも誰も気にしない。っていうか、勝手に会話に入ってきて盛り上がることも多いね。みんなそれぞれがやりたいことを邪魔されることがない。混んではいるけれど、みんな自由に過ごすことができるのがインドの電車のいいところだね。よく言われることだけど、インド人は自分勝手。よく言えば
自分を持ってるってことになるのかな。日本人バックパッカーでインドにはまるのが圧倒的に血液型 B 型の人が多いっていうのもうなずける事実だね。電車といえばびっくりしたことがもう一つ。よく駅の中に立ち食いそば屋さんってあるでしょ。早い、安い、うまいの3拍子揃ってて本当に一時期お世話になりました。お金のない外国人には気軽に食べることのできる日本食屋として勧めたいところだよね。最初は券売機の字が読めなかったから同僚に教えてもらったきつねそばばっかり食べてたんだ。たくさん七味を入れて辛くするのが好みだったよ。なんできつねそばばっかりかって？だって一回試しに読めないボタンを押してみたらほうれん草のおひたしが出てきちゃってさ。それ1枚しか食券を出さないからお店のおじさんを困惑させちゃったんだよね。あの時のおじさんの顔は今でも覚えているよ。そしたらね、ある時隣の人が食べているのがカレーなんじゃないかって気づいたんだ。形状が僕の見知ったカレーとは全然違ったし、スパイスの香りもあんまりしないからそれまで気づかなかったみたい。蕎麦屋にカレーって最初はびっくりしたんだけど、その頃には立ち食いそばのメニューも割と理解できてて、ラーメン、キムチ、牛丼、天ぷら、焼き鳥丼、なんでもありだななんて思ってたからすぐに食べてみたくなったよ。注文してみると香りはカレーなんだけど、なんて言うんだろう、もっさりしているというか重いというか、見た目がやっぱりインドのものとは大違い。あっちのカレーはさらっとして水っぽいというか、日本で言うとスープカレーに近いんだ。まあ異国だしとにかく食べてみないとなって思って一口食べてみるとうまい。確かに味もインドのものと違うけどカレーといえばカレー。でもインド国内ではカレーとは認識されないかもしれないな。いや、そんなことはいいんだった。とにかく美味しいんだよ。カレーに出汁を感じるっていうのかな。味に深みがあって複雑なんだ。それからは毎日ランチは富士そばのカレーセット。そばも食べたかったからね。おかげですぐに5キロ太っちゃった。幸せ太りってやつかな。同僚からは炭水化物ばっかり摂ってると糖尿になるぞってよく脅されたのもこの時期だね。毎日ランチカレーを食べてたらさすがに飽きてきちゃって不思議だななんて思ってたんだ。だってインドでは毎日 2,3 食はカレーだろ。なんで飽きるんだろうって考えてしまったよ。そしたら気づいたんだ。味が全く一緒なんだよ。よく考えれば当たり前だよね。家庭とは違って作り方が厳密に決まってるんだもん。職人の手作りと工業製品の違いっていうか。でも昼カレーはやめたくなかったんだ。美味しいしセットはやめてカロリーもちゃんと考えるようにしてたしさ。だからね、すぐに同僚に聞いてみたんだ。立ち食いそば屋って何種類ぐらいあるんだいって。そしたら近所で3カ所はあるって教えてくれたんだ。富士そば、小諸そば、ゆで太郎。次の日から順番にそれぞれのお店でカレーを食べてみたんだ。すると分かったことが一つ。お店によって味は違うけどカレーのベースはどうもほぼ同じらしい。そば屋のカレーの味の決め手は出汁だってね。それからはもう止まらなかったよ。日本全国のそば屋のカレーを食べてやろうって毎週末食べまくって。だって友達が教えてくれたんだ。カレーがあるのは立ち食いそば屋だけじゃないぞ。普通のそば屋にだって大抵はメニューに入ってる。ねえ知ってる？東京にあるそば屋の数
4800軒だって。これ蕎麦屋の数でうどん屋は入ってないんだよ。チェーン店は1軒って数えたとしてもすごい数だよ。まだ都内で食べた店は396軒で、旅行ついでに各地で訪れたのが48軒。まだまだ行ってみたい店がたくさんあって楽しみで仕方ないよ。たくさん食べて分かったこともあるんだ。そばの出汁って地方によって変わるってこと。北海道は昆布が強め。さすが利尻昆布が有名なだけあって上品でスッとしてさっぱりしてる。関東と東北は鰹節、醤油ってはっきりした主張があって濃いのが特徴。中部地方は椎茸が入っているのが特徴でより複雑な味わいになってる。旨味が強いので塩分は薄めになっていてそのまま飲めるぐらい美味しいんだ。ただ普通のインド人にはパンチがなくて人気は出ないかもね。近畿はサバ、カツオ、ウルメプラス昆布と動物性の出汁が目白押し。こってり系って表現できるかも。中国四国は意外に関東に近い。うどん文化がもともと発達してるからそばは後発っていうことも影響してるんだって。そばつゆベースのカレーも美味しいけどうどんつゆベースのカレーも美味しいよって教えてもらって興味が湧いたけど、まだそばも道半ばなのに手を出したら沼にはまりそうって思って聞かなかったことにしたよ。さて最後は九州。一番特徴があるのがここかもしれない。一番色が薄めでびっくり。そして味もびっくり。これもそばつゆなんだってね。甘みが強めなんだ。九州人にそばつゆの味が違うって話したら醤油が甘いからなって言ってた。四国で聞いたそばとうどんのつゆの違いを感じたのは九州だった。少し薄めるとうどんつゆになる感じっていうと日本の皆さんには伝わりやすいのかな。わかる？どんどん深くなっていく探求にもう記憶力が追いつかなくなったので最近ブログを始めたんだ。英語で書いているんだけど日本に観光で来た人にそばやカレーを体験してほしくて始めたんだ。バックパッカーなんかは物価が高い日本で節約するために立ち食いそばは必須だと思って役に立つといいなってすごく思うけどニッチな話題だから正直あんまり流行ってはいないんだよね。世界的にはラーメンの方が圧倒的に浸透してて一風堂なんか各国に支店を出してて大人気だよね。ブログやるならラーメンの方がはるかに人気出るのにってメッセージももらうけどやっぱり蕎麦屋のカレーがいいんだ。僕がインド人っていうのはやっぱり大きいのかな。ちなみに僕はラーメンも好きだよ。インスタントラーメンは手軽で最高だよね。そば好きが世界に少なからずいるということが嬉しく感じました。そば粉はフランスではガレットとして日常的に食べられてるし、ロシアではバレリーナのダイエット食としてポピュラーなんだそう。意外と世界中で食べられている食材なんですね。そう聞くと麺としてのそばにも大きな可能性を感じませんか？そばと一緒に日本固有の出汁の効いたカレー、世界に広がっていってほしいですね。まずは本場のインドで認められることが必要でしょうか。バンダリさんには第一人者として頑張っていってほしいですね。皆さん、日本の立ち食いそば屋でカレーを食べてみてください。新たな発見があるかもしれませんよ。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見、ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。